こんにちは、ミルです。今日は日本語の勉強の効果的な方法について一つお話ししたいと思います。まずね、語学というのには終わりがないですよね。もちろんそれは日本語だけではありません。例えば、私の母語は日本語で、今は日本語講師として仕事をしています。そしてね、人生80年だとすると、私はね、もう折り返し地点を過ぎているわけですが、本を読めば新しい言葉に出会いますし、読めない漢字もたくさんありますし、何か書くときもどうやって書いたら相手に伝わるかなっていうのをすごく考えながら書いたりします。それから敬語の使い分けに迷ってしまうこともあります。こんな感じで日本人が母語として日本語を何十年も使っていても、まだまだ終わりがないわけですね。で、さっき言ったように、これは日本語に限らず、どんな言葉もそうだと思います。で、今日は語学学習をするにあたって、効果的なやり方を一つお話ししたいと思います。まずね、さっき言ったように、終わりがありませんから、広く浅く適当にいろいろやってしまうと、自分が辛くなるだけだと思います。なので、しっかりと計画を立てることが必要だと思っています。日本語学習を始めたばかりの人はもちろんなんですが、中上級の人もそうですね。ある程度話せる、聞けるようになると、進歩が感じられなくなったり、あるいはね、これ以上何をどうやったらいいかわからないっていう人も多いんですね。そういう相談をよくいただきます。なので、もしこれまでなんとなく勉強していたなら、今年はしっかり学習計画を立ててみませんかというお話です。まず、計画を立てるためには、目標が大切ですよね。よく言います。もちろんです。でもね、これが大事なんですね。で、目標といっても漠然としたものではなくて、しっかり具体的に決めることが大切だと思うんです。よくある目標っていうのが、日本語が話せるようになりたい、日本語がペラペラになりたい、だと思うんですが、それでは全然具体的ではないんですね。どこまで行ったら日本語が話せるなのか、どこまで行ったら日本語がペラペラなのかというのを自分ではっきりさせる必要があると思うんです。で、これは人それぞれ違うと思うので、そこはね、自分でしっかり考えることが必要です。じゃあ、例えば、これもね、よくあるんですが、日常会話ができるようになりたいという目標だとします。日常会話。これもね、すごく範囲が広いんですね。日常会話と聞くと、挨拶とか、世間話とか、お店でのやりとりとか、軽いコミュニケーションっていう感じですよね。でもね、日常会話の場面っていっぱいあるんですね。学校、職場、家庭とかね。なので、自分がどんな場面で日本語を使いたいのかを考える必要があります。ただ漠然とね、日本語話せるようになりたいですとか、旅行で使える会話を勉強したいだけだと、やっぱりね、範囲が広すぎるんですね。まずは、大枠でね、大きい範囲で目標を立てて、そこからすごく細かくね、具体的にしていく、この作業をする必要があると思います。例えば旅行で日本語を使いたいだったら、しっかりとね、場面を細かく設定して、学習計画を立てていけばいいわけですね。まずは移動手段。車、電車、飛行機、いろいろあります。ホテルに泊まるのか、そうでないのか、どんなお店に行きたいのか、何をしたいのか、細かく場面を想定していきます。職場で日本語が必要っていう場合も同じですよね。どんな職種なのか、どんな場面が想定されるかというのを具体的に考えて細かくしていって学習計画を立てていきます。敬語も必要ですし、ビジネスマナーも必要ですし、日本のね、会社文化の知識も必要かもしれません。自分がね、こういう場面で話したいっていうところをね、しっかりと見つけて、それにはね、どんな学習が必要なのかっていうのを細かく出していくといいと思います。で、こうやって具体的に場面を想定すると、自分がやるべきことが分かって学習計画が立てやすくなりますよね。で、計画ができたら、あとはね、その計画に沿ってやっていくだけです。途中で、これも必要だなって思えば足していけばいいですし、そこはね、臨機応変にやっていくといいと思います。そうするとね、
ちゃんと進むんですよ。なんかこう、進歩してるな、進んでいるなっていうね、実感を得ることができます。そうすると、途中で投げ出すことが少なくなると思いますし、語学はね、終わりがないんだけれども、ここまでやろう。次はここまでやろうっていうのがね、見えてると、ああ、もう終わりがない、もうやだってなりにくいと思うんですね。ということで、今日は効果的な学習方法のお話をしました。今年も日本語の学習楽しみましょう。じゃあ、バイバイ。